はい、こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回も DIY やっていきます。今回はですね、ソファー兼ベッドを作っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、こんな感じなんですけども、イメージとしてはですね、この字型ですね。こんな感じで、この字型のソファーを作っていこうと思ってます。で、真ん中を通路にして、寝るときは真ん中を埋めて、フラットにしてベッドになるという、キャンピングカーの DIY とかではよくある基本的な、ソファー兼ベッドだと思います。この字型で作っていこうと思ってます。こんな感じで。で、高さを45センチぐらい出して、中にポータブル電源だったり、荷物を収納するスペースを作っていこうと思ってます。じゃあ早速やっていきます。材料は一応買ってきてるので、今日はですね、この部分だけ、ここからこのタイヤハウスのこの辺りまでをちょっとパパッと掘ってみたいと思います。まずはですね、カットしてきた木材と根太をバリ取りですね、その表面を電動サンダーで削ってちょっと綺麗にしていきます。次はサイズを確認しながら見立てていきます。このタイヤハウスの部分だけはカットしていきます。よいしょ。まあいいでしょう。OK。じゃあ、外で組み立ててみましょうかね。はい、こんな感じで20分ぐらいですね。で、一応1枠ですね。箱を作ってみました。一回置いてみましょうかね。いい感じだったら、2つ角に根太をつけていきます。よいしょ。適当に置いてみます。こういう感じですね。はい、OK です。足りすぎる。これで1箇所完成ですね。ちょっとね、冷蔵庫持ってきてみます。パンにつけてる冷蔵庫があるんで、こんな感じですね。冷蔵庫は、ちゃんと入ることが確認できましたね。ということで、値段までつけてみました。角にこれをつけるだけだったんで、ちょっと取らなかったんですけど、あそこはちょっとこのタイヤハウスの上の方をちょっとだけ隙間があったので、本当に適当にやった感じです。これを一回また置いてみます。こんな感じですね。ということで、今日も材料もないので、上の板も買ってきて、それからですね、もうこれで終わりたいと思います。ということで、枠を作って、その中ですね、仕切りを1枚入れてみました。で、一応冷蔵庫、ハイゼットで使ってたやつなんですけど、そのまま使う予定なので、サイズを測って冷蔵庫に合わせて収納できるように仕切りを作りました。で、今日はですね、天板の板、上に乗せる板、購入してカットまでしてきたので、これを取り付けたいと思います。で、後ろに長板をつけて、開くようにしていきます。それでは作業の方やっていきます。いい感じで長板はつきましたね。こんな感じです。ちゃんと開きましたね。次はダンパーをつけていきます。ダンパーです。説明書通りにやれば一発じゃん。はい、ということでダンパーの取り付け完了しました。こんな感じですね。説明書通りにやったら全然簡単にできました。で、蓋を閉じてみます。こんな感じです。最後だけね、パタンって閉まるので、ちょっと注意が必要ですけど、今度ゆっくり開けてみます。こんな感じで開いていきます。いい感じです。はい、ということで、一旦ね、車内に置いて壁際に設置して、ちゃんと開くかどうか試したいと思います。ということで、一応こちら完成して設置してみたんですけど、こんな感じで綺麗に完成してますね。はい。もうちょっとここがね、当たってたんですよ。ここから普通に開けてたんですけど、開くとちょうどね、この部分が干渉してて、ちょっと工夫して、ここは動かないようにして開くようにしました。なので、このダンパーの位置をちょっと内側に寄せて作りました。はい。こんな感じで1個目完成しましたね。こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、2日ぐらい経ちました。で、今回も作業していくんですけども、ソファー兼ベッドですね。
1個作ってるところはお見せしたと思うんですけども、同じように残り2つ見ました。見ていってください。で、外から見るとこんな感じです。で、一応ここ、通路ですね。廊下部分、面を合わせて、ここあと根太を張るので、その分、内側に入れて作ってます。ここも根太を張るので、向こうのキッチン側と面を合わせて作ってます。で、この辺は開いてるんですけど、ここは小さい箱を作って埋めていきます。上の蓋が取れて収納できるように、作れればいいなと思ってます。なぜここまで作らなかったっていうと、これがなるべくバックドアのここの範囲で、簡単に取り出せるようにですね、ちょうどの範囲でカットしました。なので、これはすぐ後ろにパッて取り出せるサイズに切ってあります。中から見るとこんな感じです。ランパーもつけて、こんな感じで、はい、収納取りやすくなってます。ちょっとね、ごめんなさい、荷物散らかってたんで入れたんですけど。まずはここのですね、小さい板から作っていきます。こういう切れ端で、はい、これ来ました。おー、バッチリ。バッチリですね。いや、バッチリだわ。うん。今日はですね、ソファー兼ベッドを塗装していきます。ペンキを塗っていくだけの作業なんですけど、やっていきます。で、塗装はアキさんにお任せして、で、僕はこっちでちょっと、ここでですね、ちょっとダクトの穴を開けていきたいと思います。開きました。こんな感じですね。で、開いたら、これが通る大きさなので、ポコッとね、これを押すと入って、で、押す前にここに爪があるので、これをちょっと反対側から押してあげて、爪を出した状態で、ここにはめると取れにくくなるという感じです。来ました。いい感じですね。雨ができそうなので、屋根のある玄関の方に移動してきました。はい、ということで3度塗りまで終わりました。雨が降ってきたりして、ちょっと作業はスムーズにはいかなかったんですけど、なんとか3度塗りまでして、とりあえず今日は見える部分だけ塗りました。もう雨が降って最低限のところだけ塗って、この面とかは重なるところなので見えないということで、とりあえず今はやめて、一旦これで片付けないといけないんで、どうしても作業スペースがないので、毎回日が暮れる前には片付けないといけないので、とりあえず今日はこれで片付けたいと思います。こんな感じで、ダクトの穴もしっかり開けてるので、一旦車両に戻していきたいと思います。どんな雰囲気かっていうのを見ていきたいと思います。よいしょ。こうですね。OK。はい、OK です。これが両サイドに入ります。はい、ここと反対側ですね。はい、この隙間に入れていきます。これが入ることによって完成ということです。はい、入りました。はい、完璧ですね。で、ここも白く塗ってるんですけど、全体的に見てもらって全部白に塗ってるんですけど、どうせ5センチのウレタンマットが全て入ってきてソファーになるんですけど、とりあえずね、この状態で白の方が統一感があるかなということで白に塗ってみました。はい、ということで車内に棚を全て戻しました。ちょっとね、配線とかまだ片付いてないんですけど、こんな感じです。全部白。で、ここだけ塗り忘れてました。ここはまた後日塗ります。ここもちょっとくり抜いてですね、ポータブル電源がこう見えるようにしてます。で、開けると、ポータブル電源を収納している場所になります。これが 2000Wh のテクロンのポータブル電源ですね。これが 3000Wh の増設ですね。これもテクロンのものを使ってます。こんな感じです。いい感じでここ配線も通るようにして、あとはね、荷物を収納するように、また仕切りを作っていきたいと思います。とりあえず、塗装は完了ということですね。
ここも収納ができるように作ってます。で、この高さが45センチあるので、45センチの高さの収納ボックス兼ソファー、ベッドという感じになっていて、かなり大容量で収納ができるかと思います。で、最後ここですね。ここが開けるとハイゼットで使ってた冷蔵庫をとりあえず入れてるんですけど、多分もうこのままこの冷蔵庫を使って日本一周の時には旅をするんじゃないかと思ってます。左半分は収納とか、食料庫とかそういったものになるかと思います。で、こちらも下の方はね、気をつけて、こんな感じで小さいダクトも何個かつけて、はい、こんな感じで、ダクトをたくさんつけてます。次はウレタンのマットが届いたら、ソファー作りをやっていきたいと思います。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。